はいどうも。僕らの憧れ、チェコの模型メーカーエデュアルドより、フランスの服用機、スペット13を作ります。スプレー以外すべて筆塗りで、気が済むまでレザリングまでして組みました。早速中身を確認していきます。細かいですね。コックピット内のメーターやパイプ、主翼を支える柱や機構も、全部細かく、別パーツになっています。服用機ですので、そこまで細かいモールドはありませんが、必要十分、しっかり見栄えのするモールドが成形されています。美しいですね。筆塗りだと、この主翼のモールドは潰れちゃいそうですね。ある程度は仕方ありません。色見本がすごく見やすいですね。このカモメのマークに惚れて、この機体を選んだのですが、全体的な色味が、ワシのマークの方が好きです。こっちで行きましょうかね。では、早速コックピットから組んでいきます。この機体は、おおよそ100年前の機体ですが、アメリカの航空宇宙博物館に10機が保管されていて、サイトに行けば、コックピットの360度画像を見れる資料の充実ぶりでした。当時の機体が実際どうだったかは定かではないですし、この辺りの資料を参考に塗っていこうと思います。この辺りのメーターが驚異の分割っぷりで削りかすぐらいの大きさのメーターを接着していきます。さすがエデュアルドさんやで。笑みがこぼれる細かさです。機体のこの部分にメッシュが貼ってあるようなので、100均のレースを使ってそれっぽくしてみました。では塗っていきます。服用機は木とハンプでできています。当然コックピット内も木です。金属部分もありますが、真鍮を使っているのでしょうか。金色をしています。オイルで処理された濃い木の色に、ハンプのアイボリー、黒い革の座席に、銀色のメーター関係。とてもラグジュアリーな内装です。とっても素敵。スチームパンクの世界観の魅力を天然で持っています。昔の工業製品は、どうしてこんなに魅力的なんでしょうね。
一通り塗り分けできたら、ドライブラシをかけていきます。見てこの小さいデカール。メーターですってよ。狂ってやがるぜ。もちろん全部一つずつ貼っていきます。私は全国に広く生息するデカール失敗おじさんの一人ですが、奇跡的に全部きれいに貼れました。そしたら、ウォッシュして墨を入れていきます。塗装が済んだら組んでいきます。コクピットだけでもなかなかのボリュームでした。はい、こんな感じ。組んでしまえばほとんど見えなくなってしまうのは残念です。他の服用機もこんな感じなのかな。めっちゃ雰囲気のいいコクピットを持つ機体です。では全体を組んで素組みを完成させます。タミヤのキットのようにバチバチビタビタとはなかなかいかず、ぎゅーっと矯正したり削ったりしないといけない箇所はいくつかありました。壊してしまいそうで怖かったですが、なんとか組めました。特にこの部分ですね。胴体が歪んでて、どうしても段下げできてしまうのをどうにかこうにか直しました。尾翼の薄さにも驚きました。強度的に分厚くされてしまいそうな部分なんですが、とっても薄いです。もちろんその方がかっこいいしいいんですが、何せ壊してしまいそうでヒヤヒヤでした。
この足の部分の今つけてる小さいパーツが上下逆についています。気づかずずっとそのままで、そのせいでこの部分が歪んでしまいました。ここは失敗でしたね。ある程度噛めたら傷やへこみを埋めて表面処理をしていきます。正解色がとても濃いのですが、ベージュや黄緑など薄い色が多いので、塗るときに絶対塗りにくいだろってことで、サフを吹きました。さてあとは最後まで組んでいきます。この辺は主翼の上下2枚の翼を支える柱とその機構部分なのですが、ここが一番組みにくかったです。複葉機の洗礼でしょうか。なんせ細いたくさんのふにゃふにゃ動く柱を固定するのが鬼のように難しかったです。あっちをはめればこっちが外れ、こっちを止めれば向こうが外れ、とてもおちょくられました。素組みでも十分かっこいいですね。塗装に入りましょう。まずは塗装図を見ながら鉛筆で迷彩のパターンを書き写します。基本色をベタ塗りしていきます。ちゃんと発色する程度に数回重ね塗りしますが、この後の工程でたくさん塗料をのせるので、この段階ではかなりざっくり塗ります。はみ出してもムラがあっても気にしません。筆塗りですので、なるべく塗膜が厚くならないように心がけます。塗ってて思ったんですが、迷彩塗装してある複葉機って珍しい気がするんですよね。複葉機って隠蔽効果の続々らエナビビットカラーに変なマークが書いてあるのがとっても可愛らしいイメージでした。第一次大戦後も各国の主力として配備されていた機体らしいですし、その辺の戦略なんかも洗練された後の機体ってことなんですかね。これはこれで魅力的です。
この機種の青が映えてめっちゃかっこいいです。デカールを貼っていきます。動画の更新が前回からかなり空いてしまった原因がデカール貼りです。スピットファイアの次はマスタングを作る予定だったのですが、デカール貼りで大失敗してしまって、なえて投げちゃったんですよね。失敗しすぎてやる気なくなったのは初めてでした。TikTok にその様子は全部アップしたんですが、そのデカール失敗の開発込みどころが多かったのか、やたら伸びて、ああすればええよこうすればええよとたくさんコメントをいただきました。そのあたりのコメントも参考にしつつ貼っていきましょう。なんせ私はデカール失敗おじさん。デカールを失敗しないことがない男です。気合い入れて脱力していきましょう。とはいえこのキットのデカールは今まで生きてきて一番頑丈なデカールでした。いただいたコメントの助言も忘れてマークセッターもマークソフターもべちょべちょに塗りたくってますが、全然へたれなかったんですよね。むちゃくちゃ貼りやすかったです。後半は全く破れる気がしなくて無双状態でした。タミヤが悪いわけではありませんが、会社によってこんな違うのかと驚きました。めっちゃ綺麗に貼れました。デカールを1枚もミスしなかったのは初めてです。よかったよかった。ではウェザリングをしていきます。どう表現するか迷ったのですが、まずはハンプの部分にドライブラシをかけていきます。実機はレストアされてピカピカなんですが、実際はかすれていたと思うんですよね。その方が雰囲気が出そうだったので、そうしました。この辺は派閥があると思いますが、デカールがピカピカだと浮いてて気持ち悪い方のエリアに住んでいますので、塗装時に一緒に汚しています。デカールも一緒に汚れて、周りと馴染んでいると心が安らぎます。それが済んだら、金属部分にチッピングをしていきます。スポンジの入らない平面箇所や入り組んだところは直接描きます。今回も楽しくてやりすぎました。ちょこちょこやりすぎてるところは溶剤で消しつつこんな感じ。では焦げ茶のエナメル塗料でウォッシュしていきます。
乾いたら拭きます。これ知ってる人は気になるかと思いますが、編集が大変になりそうでカットしてますが、エナメル溶剤を塗りすぎで、足回りや主翼が割れてへし折れてしまいました。綺麗にスパンと割れたので、瞬間接着剤でつければいいだけだったので、問題ないといえば問題ないのですが、とても焦りました。今までプラ割れたことがなかったので無警戒でしたが、こうなるんですね。やり方を変えた方がいいかもしれません。でも塗装結果はいいんですよね。イメージしてる感じに汚れてるので、やり方を変えたくはないんですが、どうしたものか。プロペラに木目を描きます。プロペラが木っていうのもおしゃれでいいですよね。性癖すぎて希少いですが、オイル処理された木と金具の金属色に大人の色気を感じます。とてもかっこいいので頑張って再現します。昔、建築現場の補修をする会社にいたことがあって、新築中に事故ってできた傷をロウで埋めて木目を描いてわからなくするんですが、その時の経験がちょっと生きた気がします。あとは、オイル漏れやエンジンのすす汚れを描いていきます。10機の当時の画像資料を見つけられなくて、実際、こんなところが汚れていたかは全くわかりませんが、勘でそれっぽくしていきます。さて、最後に、反光沢のクリアを吹いたら塗装しづらくて外していた地獄の主翼固定を再度やって、塗装の工程は終了です。マジむずい。この固定だけで小1時間かかりました。ここまででほぼ完成ですが、服用機には最後に超地味な大作業が残っています。説明書にもちゃんとこう貼りなさいよと記載のある機体各部にあるワイヤー貼りです。貼る線と書いて強線とか英語ではリギングでいいのかな。普通の飛行機でもワイヤー貼りはやりますが、服用機は数が多いです。木と布でできている関係上強度が足りなかったので、機体の至るところにワイヤーを貼って補強しています。これがまだ航空技術が洗練されてない武骨なイメージでかっこいいんですよね。ここまでやったので手を抜かずに頑張りましたが、ここまでたくさんやったのは初めてでした。いつも通り瞬間接着剤をちょんとつけて糸を固定していくのですが、さすがに難しそうだったので硬化促進剤を使いましたが大正解でした。なかったら発狂してました。この作業めっちゃ難しかったです。半日ぐらい。
ずっと糸張ってました。とても危険な作業でした。しかも、翼と翼の間で作業するので、カメラで撮りにくいんですよね。まともに映っているところがほとんどありませんでした。プラモ動画作ってて、最大の難しいところは、カメラの画角の中で作業しなければいけないことです。その恐ろしさの片鱗を味わうのは編集中の私です。吐血。さて、ではこれで完成ですね。初めてのエデュアルド模型、初めての服用着模型でしたが、うまく完成できてよかったです。気の済むまでウェザリングできてとても楽しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねをいただけると、プラモばっか作ってても家族に言い訳できるのでとても助かります。それではまた次の動画で。